1998年。この年はソニックの歴史において、非常に重要な年になりました。この年、ソニックシリーズ初の 3D アクションゲーム、ソニックアドベンチャーが発売されたのです。従来の横スクロールから大幅な進化を遂げた今作は、当時のソニックファンたちを大いに盛り上げ、その後のソニックシリーズの礎を築きました。ですが、実は、ソニックアドベンチャー発売前の数年間、ソニックが失踪していたことをご存知でしょうか。社内外から強く望まれていたにもかかわらず、ソニックの新作が一向に出ない。この空白の期間に、一体何があったのか。そして、ソニックアドベンチャー誕生の秘密とは。今回は、ソニックシリーズ伝説の作品、ソニックアドベンチャーの誕生秘話を、皆さんにお届けしたいと思います。1994年、セガは新型ゲーム機、セガサターンを発売しました。前身のメガドライブから大きく性能が向上し、3D にも対応。まさに、当時の最先端だったゲーム機です。ですが、セガサターンの発売後、ファンたちの間に動揺が走ります。セガの看板タイトルであるはずのソニックが、セガサターンで一向に発売されないのです。1991年のデビュー以来、ソニックは毎年新作ゲームを出し続けていました。アメリカでは商業的にも大成功し、一時はマリオを上回る売り上げを記録しています。ソニックは名実ともに、セガを代表する看板タイトルだったぜ。そんなソニックが、セガの最新ゲーム機で発売されないのはおかしいな。この時、セガの社内では何が起きていたのでしょうか。セガサターンが発売する約1ヶ月前、セガはメガドライブから、ソニック&ナックルズというゲームを発売します。当時ソニックの開発はアメリカで行われていたのですが、このソニック&ナックルズの開発が終わった後、ソニックの開発チームは一時解散。ほとんどのメンバーが、日本に帰国しました。この解散の理由は、セガサターン用のゲーム開発に集中するためです。当時セガサターンの開発を担っていたのは、主にセガの日本チーム。逆にアメリカのセガは、セガサターンへの移行にあまり乗り気ではありませんでした。アメリカではまだまだメガドライブの勢いがすごかったため、次世代機を出すのはまだ早いと考えられていたのです。そんな理由もあり、ソニックの開発チームは、日本に戻ってセガサターン用のゲーム開発を進めることになりました。ですが帰国直後は、チームのメンバーがバラバラの部署に配属され、別々のゲームを作っていたそうです。中にはアクションゲームですらなく、サッカーゲームを担当していた人もいたとか。そんなある時、ソニックのメインプログラマーだったメンバーが、元ソニックの開発メンバーに声をかけます。また一緒にゲームを作らないか。新しいアクションゲームを作ろう、セガサターンで。こうして、日本で再び、ソニックの開発チームが合流。新たなアクションゲームの開発がスタートしました。ソニックチームの復活だ。ですが、この新しいアクションゲームというのは、なんとソニックではありませんでした。この時作られたのは、ナイツ・インプ・ドリームズというゲーム。夢の世界を冒険するゲームで、ソニックとは違ってファンタジー要素が強い作品です。後のソニック作品にカメオ出演したこともあるので、見覚えがある人もいるかもしれないですね。このナイツも非常に完成度が高くて面白いゲームなのですが、一方で、なぜソニックの新作が作られなかったのでしょうか。それ。ソニックの開発チームがまた揃ったんだから、普通ならソニックの新作作ろうってなりそうなもんだけどな。その理由は、大きく2つあります。1つ目は、当時の日本で、ソニックの優先度があまり高くなかったこと。ソニックは欧米では爆発的なヒットを記録しましたが、日本ではそこまでヒットせず、いまいちパッとしない売り上げにとどまっていました。そのため当時の日本の開発部署では、ソニックの新作を作ろうという機運はなかったそうです。日本の現場だと、ソニックにあまり特別感がなかったんだな。そして2つ目の理由は、開発チームのソニック疲れです。ソニックの開発チームは、1991年からの4年間、ずっとソニック漬けの毎日を送ってきました。そのため、たまには別のゲームが作りたいという思いが強くなっていたんですね。とはいえもちろん開発チームは、ソニックの重要性もしっかり認識していました。そのためナイツは1年くらいで完成させて、その後、セガサターン用の新作ソニックを作るつもりだったのです。ところが、ここで大きな誤算が生じます。当初1年で終わる予定だったナイツの開発に、なんとその倍の2年もかかってしまったのです。そしてこの間、ソニックの新作が一向に出なかったことで、ソニック人気がみるみる低下してしまいました。今は2年新作が出ないことくらい普通だけど、当時は物によっては毎年新作が出てたくらいだぜ。そんな時代に、2年間何の音沙汰もないのは致命的だったんだろうな。一応ナイツが発売されたすぐ後に、アメリカでソニック 3D ブラストというゲームが発売されましたが、これはあくまで外伝作。やはりファンが待っていたのは、ソニック本編となる新作アクションゲームです。さすがにこの頃になると、ソニックの新作を出さないとやばいという空気が、日本の現場にも漂っていました。ソニックの開発チームは、ナイツを完成させたすぐ後に、ソニックの新作作りに取り掛かります。まずは、一旦過去のソニックシリーズをセガサターン用に移植しようということで、メガドライブの作品たちをまとめたオムニバスゲームの開発を始めました。これが、1997年に発売されることになる、ソニックジェムです。
そしてそれと並行して、完全新作の構想も練り始めます。当初考えられていた企画は、ソニック RPG。RPG とは言っても、ドラクエや FF のような王道 RPG ではなく、今でいうアクション RPG のようなものをイメージしていたようです。フィールドを自由に冒険しながら、敵を倒したり宝物を見つけたり。当時のゲームで言うと、ゼルダの時のオカリナのようなゲーム性ですね。またそれと同時に開発チームには、今のゲーマーたちには、メガドライブ時代のような 2D ゲームは受け入れられない。新しいソニックゲームは、これまでの作品とは根本的に違うもの、3D のゲームにしなければならないという思いもありました。そこで開発チームは、まずソニックを 3D のフィールドで動かす実験を始めます。いわゆる箱庭型のマップを作って、そこでソニックを走らせてみることにしたんですね。しかしそこで開発チームは、2つの大きな壁にぶつかりました。まず第一に、セガサターンの性能だと、満足のいく 3D マップが作れなかったこと。そして2つ目は、3D にすると、ソニックっぽいハイスピードアクションが作れないということです。この時実験で作ったマップが、ソニックジャムにおまけ要素として収録されているんですが、確かにスピード感は感じられませんよね。この、3D でどうスピード感を演出するかという課題は、その後もしばらく開発チームを苦しめることになります。一方で、セガサターンの性能不足という課題の方は、意外にも早く解決しました。ソニック RPG の検討が始まってすぐに、開発チームは、次世代ゲーム機の情報を耳にしたのです。その次世代機の名は、ドリームキャスト。このドリームキャストを使えば、3D の描写はかなり楽になる。開発チームは、すぐさまドリームキャストの開発部署とコンタクトを取りました。その結果、ソニックの新作ゲームを、ドリームキャストから発売することが決まります。こうして、ゲーム機の性能不足という課題はクリアできました。ですが同時に、開発チームの頭にこんな考えが浮かんできます。せっかく次世代機のドリームキャストを使うなら、もっといろんなことができるのではないか。そこでソニックの開発チームは、長い間待たせてしまったファンに報いるためにも、もうやれることは全てやろうと思い立ちます。そして、とにかくでっかいソニックゲームを作るというコンセプトの下で、再び企画が練り直されることになるのです。もともと考えていたソニック RPG をベースにし、そこに思いつく限り全てのアイデアを盛り込んだ超大作。その名も、ソニックアドベンチャー。ここから、あの名作の開発がスタートすることになるのです。ソニックアドベンチャーの開発が始まった当時、まだドリームキャストの方の開発も始まったばかりでした。そのためソニックの開発チームは、ドリームキャストの色々なスペックを、ソニックアドベンチャー向けに調整してもらうことができました。ドリームキャストは最初から、ソニックアドベンチャーがうまく動くように作られたゲーム機なんだな。一方で、その代わりというわけではありませんが、ソニックアドベンチャーにはドリームキャストの看板タイトルになるという使命が課されました。看板タイトルになるからには、ソニックアドベンチャーを使って、ドリームキャストの性能をしっかりアピールする必要があります。そこでソニックの開発チームは、ゲームのグラフィックにとことんこだわることにしました。次世代ゲーム機をアピールするなら、綺麗でリアルなグラフィック。これは今も昔も変わらない、この世の摂理だぜ。そしてソニックの開発チームは、ハイクオリティなグラフィックを求めて、中南米に飛びます。なぜに中南米？実はドリームキャストは、実際の写真をゲームのテクスチャにすることができたのです。ソニックアドベンチャーには遺跡が登場することが決まっていたため、ソニックの開発チームは中南米の著名な遺跡をいくつも訪れ、壁や素材の写真を撮影。それら実際の写真をもとに、ゲーム内の遺跡を作り上げていきました。これと同じやり方で、どんどん他のエリアも作られていきます。またグラフィックで性能の良さをアピールするなら、やはり水を使わない手はありません。そこで開発チームは、ソニックアドベンチャーのメインの敵キャラとして、水の体を持つカオスを生み出しました。カオス。お前性能アピールのために作られたのか。ドリームキャストの性能をアピールするような、綺麗でリアルなグラフィック。こちらに関しては、どうにかうまくいきそうな気配がありました。ですが一方で、ソニックアドベンチャーを成功させるためには、絶対クリアしなければならない課題が残っています。先ほど出てきた、ソニックのスピード感をどうやって 3D で表現するか、という課題です。ここをクリアできない限り、ソニックアドベンチャーの成功はありえませんでした。いくらグラフィックが綺麗でも、ゲーム性が楽しくなかったら意味ないもんな。ソニックの開発チームは、なんとかスピード感を演出できないかと頭を悩ませます。いろんなタイプのステージを作って試してみましたが、どれもいまいちピンときません。ですが、そうした試行錯誤を繰り返す中で、とあるアイデアが浮かんできました。従来の 2D ソニックは、コントローラーの右をずっと押していれば、ゴールまでたどり着ける。ということは 3D だったら、上を押していればゴールまでたどり着ける、というようにすればいいのでは。なるほど。ただ口で言うのは簡単ですが、実際のステージはくねくね曲がっているため、上だけ押してたらすぐにコースアウトしてしまいます。そこで開発チームは、このアイデアにさらに一工夫加えました。彼らが着目したのは、カメラです。通常の 3D アクションゲームでは、カメラは基本的に、キャラクターの真後ろからの視点になります。それに対してソニックでは、キャラクターの向きに関わらず、常に進行方向が前になるようにしたのです。こうすれば、プレイヤーは上を押しているだけで先に進めるようになるはず。開発チームは、このアイデアをすぐさま実行に移しました。
そして、確信します。これなら、いける。この瞬間、皆が夢にまで見た新システム、3D ソニックが誕生したのです。また、このカメラを動かすというアイデアが生まれたことで、演出の幅も広がります。例えば、ループの際に横からの視点になったり、ソニックと向かい合う視点になったりするのも、カメラが動くからこそ実現できた演出です。今まであんまり気にしてなかったけど、3D ソニックで楽しく遊べるのは、カメラのおかげだったんだな。どんなに曲がりくねった道でも、キャラクターではなくカメラが動く。この発想のおかげで、ソニックアドベンチャーの開発は一気に加速しました。そして、このカメラが動くというコンセプトのもと、ソニックアドベンチャーのステージが次々と作られていきます。海辺のステージや、都会のステージ、遊園地型のステージなども出来上がりました。そんな時、開発チーム内で、こんな声が聞こえるようになります。せっかく苦労して作った 3D ステージを、ソニックだけで終わらせるのはもったいないんじゃないか。今作のモットーは、とにかくでっかいソニックを作ること。そこで開発チームは、なんとソニックに加えて、新たに5体のプレイヤーキャラを作成します。さらにその5体のキャラそれぞれに、ソニックとは違ったゲーム性を持たせることにしたのです。まず1体目のキャラは、ソニックの相棒テイルスです。メガドライブ時代からおなじみのキャラで、2本の尻尾で空を飛ぶ小狐ですね。テイルスのゲーム性は、ソニックとの競争。普通に走ったらソニックには勝てないため、空を飛んでショートカットできるようにすることで、ソニックと互角の勝負が楽しめるようにしました。続いて開発チームは、せっかく 3D のステージを作ったのだから、プレイヤーが自由に散策できる要素を作りたいと考え、ナックルズを登場させます。ナックルズにはトレジャーハンターという設定があったため、その設定を活かして、宝探しゲームを用意したのです。ナックルズパートは、ステージを自由に動けて楽しんだよな。まんまと開発チームの思惑通りになったぜ。続いてのテーマは、普段のソニックでは味わえない、スリルと緊張感です。これらのテーマから、エミーパートが誕生しました。今作のエミーパートでは、プレイヤーは常にロボットに追いかけられます。このロボットは倒すことができないので、プレイヤーはロボットから逃げたり隠れたりしながらゴールを目指すんですね。このロボット怖かったな。続いて開発チームは、シューティングゲームが作りたいと考えました。そして生み出されたのが、ガンマです。このガンマはなんと、ソニックシリーズの悪役である、エップマンが作ったロボット。銃を撃つのはどんなキャラがいいかと考えていた中で、エップマンのロボットにしたら面白いんじゃないか、というアイデアが出てきたそうです。このガンマはエップマンのロボットだから、最初はソニックたちの敵なんだよな。ガンマのストーリーは涙なしでは語れないぜ。実際ソニックアドベンチャーの開発チームも、このガンマに対しては特別な印象を抱いていたようです。後のインタビュー記事で、エップマンに従うロボットの感情を描くことができたため、ガンマのストーリーは非常に面白いものになった、と語っていましたね。そして、最後のキャラです。高速アクション、宝探し、シューティングなどいろんなゲームを作ってきて、最後は何にしようかと考えた開発チーム。その時、これまで作ってきたステージに、水場が多いことに気づきます。ステージに水場があれば、釣りゲームができるのではないか。こうして、最後のキャラクターは釣りを担当することになりました。そして、釣りゲームは比較的おっとりしたゲーム性だろうということで、クラのデザイナーに、巨大でリラックスしたキャラクターが欲しいと頼みます。その結果生まれてきたキャラクターが、ソニックファンのアイドル、ビッグザキャットです。ビッグ来たー。こうして、ソニックも合わせて6体ものプレイヤーキャラが誕生しました。さらにこの6体それぞれに専用のストーリーを用意し、ところどころで他のキャラのストーリーと交差する仕掛けも施します。だんだんソニックアドベンチャーになってきた。他にも開発チームは、プレイヤーが自由に動いて散策できるアドベンチャーフィールドを作ったり、各キャラにパワーアップアイテムを用意したりします。またソニックたちの頭身も調整して、メガドライブ時代よりもスタイリッシュなデザインに変更。全キャラにボイスもつけました。完成までもう一息。ところが、完成まであと一歩というところで、開発チームに最大の試練が襲いかかります。ソニックアドベンチャーはドリームキャストの看板タイトルだったため、ドリームキャストと同じ時期に発売する必要がありました。ですがなんと、ドリームキャストが発売された時、まだソニックアドベンチャーは完成していなかったのです。それはやばい。ゲームのボリュームが増えすぎたために、時間がいくらあっても足りなくなってしまったんですね。そのため開発の最終段階では、他の部署から大量に応援を呼んで、超大人数でラストスパートをかけました。ソニック、ドリームキャスト、そしてセガの命運がかかったこの一本。絶対に失敗させるわけにはいかない。ソニックのピンチに、セガの精鋭たちが駆けつけてくれました。すごい、なんだか泣けてきたぜ。みんな頑張れ。その甲斐あって、ドリームキャスト発売からわずか1ヶ月後。ついに日本で、ソニックアドベンチャーが発売されます。やったー、ついに発売だ。ところがこの時発売されたソニックアドベンチャーは、最後の細かい調整が間に合わなかったために、一部にバグが残ってしまいました。そのため開発チームは、ゲームの出来に少し心残りがあったようです。ですがそんな開発チームに、挽回の機会が訪れます。日本でソニックアドベンチャーが発売された直後、欧米向けに英語版を作ることになったのですが、欧米での発売予定日までまだ半年以上あったのです。というのも、この時まだ欧米では、ドリームキャストが発売されていなかったんですね。
そのため英語版ソニックアドベンチャーの発売日は、欧米でのドリームキャスト発売に合わせて、1999年の秋ということになっていました。そこで開発チームは、心残りだったバグの修正に加え、日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語の字幕も収録。さらにインターネットを利用したオンラインランキングも実装するなど、やり残したことを全て詰め込みます。こうして、1999年の秋、ソニックアドベンチャーをさらに進化させた、ソニックアドベンチャーインターナショナルが発売されるのです。3D でのハイスピードアクションを見事に実現した今作は、至るところで大きな反響を呼びます。例えば当時大人気だったゲーム雑誌、コンピューター&ビデオゲームズでは、史上最高のビデオゲームの一つと評され、その他の雑誌でも非常に高い評価を受けました。当時の人たちから見ても、このソニックアドベンチャーはとてつもないゲームだったんだな。そして最終的にソニックアドベンチャーは、全世界で250万本を売り上げ、ドリームキャスト最大のヒット作となったのです。ちなみにその後2003年には、今作のさらなるパワーアップ版、ソニックアドベンチャーデラックスがゲームキューブから発売されます。こちらではキャラクターのグラフィックが大幅に改善され、さらにミッションモードという新たなやり込み要素が追加されました。このミッションモードでは、主にアドベンチャーフィールドで色々なミッションをこなしていきます。オリジナル版だとあまりアドベンチャーフィールドでやることがありませんでしたが、このミッションモードの実装により、アドベンチャーフィールドでも色々な遊びが体験できるようになりました。さらには、ゲームギアのソニック関連タイトルを収録した、プチゲームコレクションというモードも追加されます。これはゲーム中でエンブレムというアイテムを集めていくことで、どんどん遊べるタイトルが増えていくという仕様でしたね。そして、このエンブレムというアイテムを全て入手すると、なんとメタルソニックで遊べるようになるという要素も追加されます。ストーリーはなく、ソニックのステージを遊べるだけでしたが、それでもファンにとっては嬉しいサプライズでしたね。このためにエンブレム集め頑張った。その後ソニックアドベンチャーは、2010年に PS3、Xbox 360向けに、HD バージョンが発売。さらに PC の Steam でも、海外では2011年、日本では2024年に配信されることになります。そして今作は、ソニックシリーズ全体にも大きな影響を残しました。このソニックアドベンチャーが発売してからしばらくの間、3D ソニックがシリーズのメインとなっていくのです。2001年発売のソニックアドベンチャー2をはじめ、2006年のソニックザヘッジホップ、2008年のソニックワールドアドベンチャーなど、ソニックアドベンチャーを意識したタイトルも複数作られることになります。その間シャドウやルージュといった新キャラクターや、ブーストという新アクションが登場するなど色々な進化はありましたが、ゲームのベースとなっていたのは、ずっとソニックアドベンチャーです。このソニックアドベンチャーがなかったら、ソニックシリーズの運命は大きく変わってただろうな。間違いないですね。とにかくでっかいソニックを作る。そんな思いで作られた今作は、それから約20年もの間シリーズを支え続ける、本当にでっかい存在となったのです。以上、ソニックアドベンチャーの開発秘話でした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。